新しい PC 用のケースを買いました。 Amazon から届いたので早速開封していきます。こちらのケースの特徴は電源が前配置なので高さが抑えられている点です。アクセサリーキットです。マイクロ ATX 用ということもあって小型のケースになります。高さを抑えたかった理由はこのようにモニター台としても使うためです。最初からケースファンは1個装着済みです。ダストフィルターはこのように取り外せます。今回はケースの組み立て動画となります。最初にマザーボードをケースに取り付けます。このスタンドオフはマザーボードによって位置が変わります。適切な位置にスタンドオフソケットを使って設置します。 CPU やメモリの取り付けは以前のビデオで紹介してますのでご覧ください。 OS のインストール等も今回は説明しませんのでよろしくお願いします。取り付け穴の位置を合わせてマザーボードを置きます。付属の六角ネジでマザーボードを仮固定します。最初は緩く固定していきます。このマザーボードの場合8個のネジを使います。次に本固定します。この時もあまり強く締め付けないようにしましょう。マザーボードを破損します。次に電源スイッチの配線です。このケースの場合コネクタが一体になっているので便利です。ただ HDD LED とリセットスイッチはついていません。配線されるのは電源スイッチとパワー LED のみです。次にオーディオヘッダーを配線します。前面のオーディオは使いませんがブラブラしてるのも嫌なのでつなぎます。次に 3.5 インチ HDD を取り付けます。取り付け場所は2箇所ありますが底面を選びました。取り付けには専用のネジを使います。マザーボードを取り付けた時のネジと似てますがちょっと形が違います。次に電源を取り付けます。取り付けるのはクロシコの 750W 電源です。こちらのケースでは電源を変わった位置に取り付けます。従来は DVD ドライブ等があった位置ですがその場所に電源が来ます。電源コネクタをこのように挿しておきます。スイッチはオンにしておきましょう。蓋をすると電源スイッチの操作ができません。SATA SSD を取り付けます。取り付けには付属の専用ネジを使用します。この下のドライブベイにも SSD または HDD のドライブが付けられます。
電源と SATA ケーブルを配線します。裏蓋をしておきます。次に2箇所の電源コネクタを接続します。特に大きい方のコネクタはマザーボードを曲げないよう注意しましょう。配線を電源の下に隠しておきます。USB のコネクタを接続します。このケースでは USB2.0 のコネクタはありません。次に Type-C のコネクタを配線します。このコネクタは基板側は裏表があるようです。次にケースファンを取り付けます。Amazon で買った格安のファンを使用します。静音と書いてありますが、ちょっとうるさいです。ネジはファンに付属のものを使用します。上下に2個ずつ取り付けました。背面のは最初からついてたファンです。次にグラボを取り付けます。取り付けてるのは RTX2060 スーパーです。このグラボは2連ファンですが3連ファンでも付けられそうです。グラボの固定に使うネジはマザーボード用のネジが使えます。グラボの補助電源を接続します。こちらのパネルをネジ止めします。このパネルは配線を隠すとともにグラボを固定します。重いグラボが曲がらないようにサポートステーで支えます。電源を入れてみます。シネベンチ R23 で負荷テストしてます。このケースでは底部にファンを取り付けるとほぼグラボ以外は付けられなくなります。拡張カードを付ける場合はファンを外すことになります。背面のファンは CPU 温度で制御しています。上下のファンはマザーボード温度で制御しています。電源ファンはケース内からの吸気になります。背面ファンで CPU 排熱をケース外に逃がすエアーフローです。使っている CPU ファンはコテツマーク3ですが、高さ的にも問題ありません。ケース内温度でグラボの寿命は変わります。
CPU より高価なグラボですから、しっかり冷やすことが大切です。使っている CPU は i5-13500 で 140W で常用しています。ケースの蓋をしていきます。ネジ等は使わず、蓋をはめていくだけです。設置している様子です。上にあるのは別 PC のモニターで、今回の PC 用は前面の3台です。2つの PC の比較動画になります。サブ PC については以前の動画で紹介しています。3台のマルチモニターは視野角が広がってチート級の使いやすさです。グラボへの負荷はかかるため4万円以上のグラボは必要かと思います。普段の使用ではこのようにサブ PC で攻略サイトを表示してたりします。今プレイしているのは GTA5 です。よろしかったらチャンネル登録お願いします。